皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、K国に対して外交の場で断交するぞと告げられたというニュースについて取り上げていきましょう。国と国との間には信頼関係がなければうまくはいきません。一方で外交をおろそかにしていると何か問題が発生した時に両国の関係というのは一気に冷え込んでしまうものです。K国は悪い見本として日本に今回も教訓を与えてくれているでしょう。それでは K国に対してある条件付きではあるものの断交するぞという話をしたのは一体どこの国なのかニュースを見ていきましょう。それではどうぞ。中間イラン大使K国のホルムズ派兵の時は断交も考えられる。サイド・シャーベスタリー中間イラン大使は9日、中央日報との単独インタビューで K国がアメリカ主導のホルムズ海峡の有志連合に派兵する場合、K国と断交も考えられるほど影響を与える可能性があると明らかにした。シャーベスタリー大使は K国を含む他国がホルムズ海峡で軍事活動をすることになればイランがじっとしていないだろうという点は明らかだとして1000年以上続いているイランと K国両国関係の歴史の中で現時点が最も大きな危機と話した。またアメリカがイランの英雄ガーセム・ソレイマニ革命守備隊司令官を殉教させイラン国民の自尊心を踏みにじった今この時期に K国が派兵すればイラン国民は受け入れがたいほど憤るだろうとしながら K国が派兵しないことを願うと力説した。次は一問一答の要旨。アリー・ハリス中間アメリカ大使が7日、K国がホルムズの有志連合に参加してほしいという意向を再度明らかにしたが、深くため息をついて、イラン・K国関係に第三国が介入しようとするのではないのか、K国政府としては悩みが深い。結局派兵するならどうなるだろうか。ホルムズの隣国でない他国が駐留することになれば、地域の情勢は不安になるだろう。他国が軍事活動をすることになれば、イランはじっとはしていないだろうという点は明らかだ。K国とイランの関係は1000年以上白木時代まで遡るが、今この時点が最も大きな危機だ。K国がホルムズ海峡に派兵することがないことを望む。最悪のシナリオは、アメリカはイランの敵だ。立場を変えて考えてほしい。断交も可能なのか。そこまでも明らかに影響を与えうる。その他にも、K国企業がイラン市場を失う可能性があり、イラン国民がK国製品の不買運動を起こすかもしれない。すでにK国が米国の対イラン制裁に参加している状況で、中国のような国の企業がK国企業のパイを奪っている。原油輸入も今は制裁のためにどうせK国は輸入をしていないが、それも未来に制裁が緩和されると言っても、イランがK国に原油輸出を拒否する可能性もある。経済的なことはさておき、K国に対するイランの国民感情が怒りに変わるだろう。アメリカがイランとK国の関係を厳しくしている。なぜ第三国が介入をするのか理にかなわない。イランが北朝鮮と核ミサイル挑発を連携する可能性に対する懸念も提起されている。絶対にイランは北朝鮮とそのような関係ではない。イランは韓半島の非核化を望む。イランと北朝鮮の核活動は完全に 100% 違うため非核不可だ。イランが作ろうとしているのは核兵器ではない。核兵器はアラビア語でハラーム、禁止だとイランの最高指導者であるアリ・ハメネイ氏も話した。IAEA の査察を最も多く受けている国がどこか知っているか。イランだ。ニュースにあったように、K国に対して断交するぞということをちらつかせたのはイランでした。もちろんここには条件がついています。もしもK国が有志連合に参加する形で派兵するようであれば、イランは黙っていないぞという牽制です。もちろんこの牽制というものが実際に断交につながるかどうかというのはわかりません。あくまでも牽制の言葉として断交という言葉を選んだのかもしれません。しかしこの言葉を選んだというその時点で両国の関係性というものが強くわかるニュースになっています。ムン・ジェイン大統領は国内においては外交の天才などと表現されることもあるのですが、実際には外交上において大きな成果は上げていません。日韓関係も悪ければアメリカとの関係も悪い。かといって中国やロシアとも決してうまくはいっていません。遠方の国々ともうまくいっているとは非常に言いにくい状況です。特にイランとの関係で言えば、輸入している原油の代金を踏み出そうとしているかのように、未だにお金を払っていないといった問題などもありますし、貿易上K国の企業が訴えられ、敗訴されたそのお金をなかなか振り込まないなど、両国の間には細々とした問題が横たわっています。
それでいて、ムン・ジェイン大統領は中東外交というものをおろそかにしており、そのために両国の関係性というものは非常に悪い状態です。ですからイランの駐韓大使が今回非常に強い言葉、断交するかもしれないと脅したのは、そうなったとしても別にイランの国民感情や政治的外交的においても別に許される範囲内だからこのような発言をしたのでしょう。イランが警国を全く信頼していない、そのことをわかる言葉がこのインタビューの中にも含まれています。現在イランは経済制裁を受けており、世界4位の埋蔵量を誇る原油というものを輸出することがほとんどできていません。そのために国家財政は傾いている状況です。ですからイランにとっては原油を輸出することができれば、それは大きな収入となり、国を助けることになります。ですから売れるとなれば多くの国にたくさん買ってもらいたいというのが本音でしょう。にもかかわらず駐韓大使はもしもこの経済制裁が緩和されたとしても警国に対してはもう私の方から売る気はないという選択をするかもしれないと話しています。それほどまでにイランは警国に対しての信頼感が全くないということがわかります。常日頃平和な時にいかにしてその国と付き合っていくのかというのが非常に重要であることを日本に教訓として教えてくれていると思います。さて、そこで一つ問題があります。警国が中東に派兵するならイランは断交をも考えると今回言ったわけですが、一方で日本も中東に派兵する予定があり、その準備というものが現在進んでいます。それではこの件に関してイランがどのような反応をしているのか、まさに警国とは対照的な反応を見せているというニュースについてお聞きください。自衛隊の中東派遣、イラン大統領が理解。中東地域への自衛隊派遣に向けて政府は安倍総理大臣が20日、イランのロウハニ大統領との首脳会談で具体的な検討状況を説明し、一定の理解が得られたとして、来週27日にも閣議決定する方向で調整を進めることになりました。安倍総理大臣は20日夜、総理大臣官邸でイランのロウハニ大統領と首脳会談を行い、中東地域の緊張緩和に向けて粘り強く外交努力を続けるとした日本の立場を伝えるとともに、中東地域への自衛隊派遣をめぐる具体的な検討状況を説明し理解を求めました。これに対し、ロウハニ大統領は、日本の外交努力を改めて評価した上で、日本が自らのイニシアチブにより、航行の安全確保に貢献する意図は理解している。透明性をもって説明していることを評価すると述べました。日本とイランの首脳会談が行われたのは昨年12月末。そして事件が起こったのは今年になって1月頭です。その事件直後においても、イランと日本の外交的政治的な友好関係にはひびは入っていません。イランから日本に連絡。事態エスカレートさせるつもりない。イラン情勢の緊張が続く中、日本時間の8日夜、イラン政府から日本政府に対し、イラク駐留アメリカ軍へのミサイル攻撃によって報復措置は完了したとした上で、事態をエスカレートさせるつもりはないという意向が伝えられていたことが分かりました。日本政府関係者によりますと、イランによるイラク駐留アメリカ軍へのミサイル攻撃で緊張が高まっていた日本時間の8日夜、イラン政府の高官から日本政府の高官に対し、報復措置は完了した。イラン側から事態をエスカレートさせるつもりはないという連絡があったということです。イラン情勢をめぐって、日本政府は全ての関係国に対し、緊張緩和のための外交努力を呼びかける姿勢を内外に示し、アメリカとイランの双方にも自制するよう働きかけを続けてきました。イランと日本は友好関係を保っています。政治的、外交的、文化的において、この関係は現在もなお維持されており、イラン政府と日本政府との間には連絡が未だに続いていますし、もちろんイラン国民が日本に対する悪感情を抱いているという兆候もありません。これはイラン軍の司令官がアメリカ軍によって殺害された以後についてもこの関係は維持されています。そのことを示すかのように、イランは日本政府に対してこれ以上の事態の悪化というものを防ごうと日本政府に連絡を行っています。一体なぜこのような連絡を日本政府にしたかといえば、それは遠回りにアメリカに対するメッセージを送るためと考えられています。現在イランはアメリカに対して直接交渉するという窓口は設けていません。なぜならば駐韓イラン大使が語っていたように、イランにとってアメリカは明確な敵なのです。ですから敵と直接交渉を行うというのは彼らにとっては非常に取りたくない選択です。ですからアメリカには伝わるような形で第三国を経由するといったことがよくあります。例えばイランは
シーア派の国ですが、お隣の国イラクにおいてもこのシーア派が政権をとっています。ですから非常に関係が深いということが指摘されています。そしてイラクにおける米軍基地の攻撃にも、このイラクの政府に対して攻撃を事前に通告したのではないかということが伝えられています。革命防衛隊が攻撃した時も死傷者が出なかったのは、この事前通告というものが効いたと言われています。そしてこの攻撃が終わった後、国家間戦争は望んでいないことを示すために、これ以上の攻撃をアメリカがしなければ、イラン側も矛を収めるという声明を出しました。この時の声明も、永世中立国のスイスであったり、今回のように日本のようなアメリカと通じるようなところに連絡を行っていることが分かっています。そういった意味で、イランにとって日本というものはアメリカと交渉するための仲介をする、その役割が非常に重要なのです。まさに政治外交上において日本と仲良くすることがイランの国益にもかなうような状況なのです。こうした日本の立場もあって、日本の自衛隊が中東地域に派遣されるということに対して、イランのロウハニ大統領は理解を示すということを首脳会談の場で発言しています。これなどは完全に日本との仲を考えれば、この中東派遣に反対するというような選択肢が全く彼にはなかったということがわかります。そして派遣する前にイランに話を通したということも、イランにとっては非常に好印象だったでしょう。そもそもあの地域においては武装勢力やもしくは海賊のバックによってタンカーが襲撃されるという事件も発生しており、イランを悪者にせずにあくまでも治安維持であったり、タンカーを守るためであったりといった話をすることによってイランのメンツも立てつつ、あくまでも航行の安全を保つために自衛隊を派遣するんですよと事前に話すことは非常に彼らにとっても受け入れやすい話だったと思います。一方で警国は様々なこれまでの圧力を挟んだ上に、さらにイランに対して何の事前通告もなくもしかしたら派遣するかもしれないというのですから、イランにとっては一体お前の国は何を考えているんだと怒りを持ったとしても不思議ではないのです。ムン・ジェイン大統領の外交についての話はそこまでにするとして、現在日本の置かれている立場、安倍総理の立ち位置というのは欧米にはない特殊性を持っています。欧米のどの国とも良い付き合いができる上に、中東においてこれだけ顔が広い国というのもないでしょう。それこそイランと対立しているサウジアラビアとも良好であり、そしてイラン自身とも良好な関係を持っている。さらには欧米各国にも話を通すことができる。このような立場にいる国というのは他に存在しません。武力を持たない日本が外交の立場において、この中東の安定に寄与することができるかもしれません。中東の安全というものは、現在中東にエネルギーを依存している日本にとっては非常に重要な課題です。長期政権を築くことによって、安倍政権は世界各国と外交を行い良好な関係を築くことができました。この成果というものをどれだけ活かすことができるのか、これからの安倍総理の中東外交というものが期待されるでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。